撃ち落とされるガンダム XXXG01W ウィングガンダム。 XXXG01W ウィングガンダムは1995年に放送されたテレビアニメ新機動戦記ガンダムウィングに登場するモビルスーツです。作中では主に主人公ヒーローユイが登場してオズ島の各勢力と戦いを繰り広げたほか、トロババートンやレディアンなども登場して主人公機にしては珍しい扱いを受けた機体です。今回はそんなウィングガンダムについて解説させていただきます。お前を殺す。新機動戦記ガンダムウィングでは人類が宇宙へ進出した時代であるアフターコロニーの世界が描かれています。宇宙への移民が増大した結果、地上の国家が衰退し始めたことからコロニーの影響力に対抗するため、地球上の各国家は地球圏統一連合という組織を発足しました。その後アフターコロニー165年、地球圏統一連合とコロニーの対立を防ぐため、ヒーローユイを指導者として完全平和主義を唱える機関が発足されました。宇宙の心宣言を提唱するヒーローユイでしたが、アフターコロニー175年に暗殺されてしまったため、コロニー側は混乱し、連合の武力に蹂躙されていくのでした。そのような混沌とした状況下で、アフターコロニー180年代に、全ての戦闘用モビルスーツの原型機である、プロトタイプ利用、すなわち、トールギスを開発した6人の科学者たちによって、コストと実用性を度外視して、性能のみを追求した機体であるウィングゼロが設計されます。しかし、ウィングゼロは、その危険性から製造されず、設計データは封印されました。その後、かつて、指導者ヒーローユイやカーンズと共にコロニー独立運動を行っていた、バートン財団総帥、デキム・バートンがオペレーションメテオを発案します。これは、巨大なコロニーを、流星がごとく地球へ落とし、混乱に陥った地球をガンダムで制圧するというものです。デキムは、この作戦を遂行するため、5体のガンダム開発に出資します。こうして生み出された5体のガンダムのうちの1機がウィングガンダムとなります。ウィングガンダムは、ジェイヌル、通称ドクター J が、ウィングゼロのデータを参考にして完成させた機体であり、ウィングゼロと同様、変形機構や大火力武装のバスターライフルを持つなど、ウィングゼロの設計思想が強く反映されています。ウィングガンダムは、代名詞ともいえるウィングユニットを持ちます。ウィングユニットは、ただ揚力を発生させるだけでなく、翼の分割パーツを稼働させることで、機体の空力特性を変化させて、失速から音速飛行まで、あらゆる速度域に対応可能となっています。地上だけではなく宇宙空間でも同様に、質量移動や内蔵されたバーニアスラスターを併用して、高い姿勢制御が可能です。また、オペレーションメテオで地球に降下した5体のガンダムの中で、唯一変形機構を持ちます。バードモードと呼ばれるこの形態は、スラスターの推力ベクトルを後方に集中するよう組み替えることによって、単独での大気圏突入能力を持ち、大気圏内での長距離飛行が可能です。なお、ウィングゼロのオーバーパワーな部分をオミットした結果、ウィングゼロよりも大気圏内の飛行能力が向上しています。胸部中央には、サーチアイと呼ばれる情報収集機器を持ち、頭部のメインカメラでは収集できない映像や電波情報も補足できるようになっています。コックピットは頭部と連動するようになっており、メインカメラが捉える方向に、コックピットも正面を向くようになっています。武装としては、まずバスターライフルを持ちます。ウィングゼロのツインバスターライフルは、機体本体からエネルギーを供給する方式ですが、ウィングガンダムは、エネルギーを縮体して詰め込んだ専用カートリッジ方式が採用されました。カートリッジ式を採用したことから、他の機体でも使用可能であり、劇中では、アニメ内で、カトルがエアリーズに登場して使用しているほか、漫画、敗者たちの栄光では、ヒーローがリオーに登場して使用しています。カートリッジは、バスターライフルの重心に3機装着しており、大火力の代わりに、最大3発しか撃つことができないとされています。敗者たちの栄光版では、両腕に合計6発分の予備カートリッジを収めた専用ラックを献花することで残弾数が増えましたが、このカートリッジは軍用の補給施設でないと再充填できず、さらに個々が奮闘するオペレーションメテオの作戦中は補給が容易ではないため、漫画敗者たちの栄光ではヒーローが常に残弾数を意識する様子が描かれています。ウィングガンダムのバスターライフルはウィングゼロのツインバスターライフルを元に設計されていますが、出力はツインバスターライフルの半分以下に抑えられており、ガンダムを
大量殺戮の道具にしたくないというドクター J の意思が見受けられます。しかし、それでも、最大出力時の火力は絶大であり、マスターグレード、ウィングガンダムの説明書によると、射撃時のエネルギーが、中規模都市の1日の消費量にも相当し、半径150メートル範囲の敵や建物を破壊してしまうほどの威力を持ちます。ただし、劇中では低出力で使用しているように見受けられるシーンもあります。そこで、出力は切り替え可能なのか、また、低出力でも3発しか撃つことができないのか、調査してみました。まず、電撃データコレクションや HGAC、マスターグレード、ウィングガンダムの説明書には、最大発射数について記述されておらず、リアルグレード、ウィングガンダムエンドレスワルツ版の説明書では、出力を調整可能と記載されています。次に、新機動戦機ガンダムウィング公式サイトやガンダムパーフェクトファイルの説明では、総弾数は3発となっています。そして、144分の1ウィングガンダムや公式モビルスーツカタログでは、3発の発射が可能となっており、モビルスーツバイブルやモビルスーツエンサイクロペディアでは、最大で3発まで発射可能となっています。アニメ劇中では、作戦ごとに3発以内しか発射しておらず、敗者たちの栄光版では、補給を得られない複数の作戦全体を通じて、予備弾倉を含めた9発しか撃っていないことから、出力を調整できるかは不明なものの、最大発射数は3発であると思われます。ただし、ピクシブ百科事典やニコニコ大百科といったネット情報では、出力を調整することで、3発以上の発射が可能とされています。もしかすると、一部の文献ではそのように記述されているのかもしれません。世界で起きていたことを教えてくれないか。その他の射撃兵装としては、頭部バルカン砲と肩のマシンキャノンを持ちます。牽制用兵装として、中近距離で効果を発揮します。エンドレスワルツ版ウィングガンダムではデザインが変更されており、頭部バルカンが廃止され、剣部、マシンキャノンは収納式となりました。近接武装としては、1機のビームサーベルを持ちます。テレビ版ではシールド内に格納されており、シールドが中折れして抜刀する姿が印象的となっています。エンドレスワルツ版では中折れ機構が省略され、シールド裏側から取り出すように変更されています。シールドは実弾兵器のみならず、ビーム兵器を減衰して防ぐことが可能な高い防御性能を持ちます。テレビ版では先端にセンサーが設けられており、打突武器として使用することも可能です。ウィングガンダムの開発が行われる中、ドクター J はある少年と出会います。ガンダムに乗ることを承諾した名もなき少年は特殊な訓練を受けて育ちます。少年は常人をはるかにしのぐ身体能力と強靭な精神力を身につけましたが、兵器になりきることができず、優しさを捨てられませんでした。そのため、コロニーを地球に落とすという大量虐殺、オペレーションメテオが命令されれば、すぐに自爆装置を作動させ、ドクター J と研究所の全ての人間を殺すことを考えます。しかし、オペレーションメテオ発動時にドクター J から与えられたコードネームはヒーロユイ。宇宙の平和的指導者の名前を与えられたことから、コロニー落としは実行しないと知ったヒーローは、ウィングガンダムで地球へ降下していくのでした。命なんて安いもんだ。特に俺の。出撃したウィングガンダムは、シャトルに偽装して地球へ向かう途中で、オズと交戦しますが、スラスターを損傷して海に水没します。回収したデュオが、ガンダムデスサイズのパーツを盗み、修理して、再び任務を遂行していきます。その性能の高さをオズに見せつけるも、シベリアでの戦いの中で、コロニーを盾に取られ、自爆します。ヒーロと決着を望むゼクスが、トールギスの予備パーツを用いて、ウィングガンダムを修復しましたが、施しが過ぎるとして、ヒーロは、ウィングガンダムではなく、ガンダムヘビーアームズに登場して、ゼクスと戦い、一方で、トロワ・バートンがウィングガンダムに登場して、ロームフェラ財団のモビルスーツ部隊の襲撃に備えました。その後、ヒーロは、目立つのを防ぐため、ウィングガンダムを地球に捨てて宇宙へ上がります。宇宙での数々の戦いを経て、サンクキングダムで、再びウィングガンダムに登場しました。しかし、ルクセンブレクで、ビルゴ部隊の前に太刀打ちできず、ウィングガンダムを捨てて、トレーズが用意したガンダムエピオンに乗り換えました。そして、ヒーロが乗り捨てたウィングガンダムは、最終決戦、イブウォーズにてレディアンが登場し、トレーズのトールギス2を、リーブラの手法から守るためにかばい、大破しました。
敗者たちの栄光版ではテレビ版と同じ扱いを受けていますが、細部が異なります。ガンダムデスサイズのパーツで修理した後、ガンダニウム猛禽を搭載したシャトルを襲撃して、バスターライフルの予備弾倉を製造している様子が描かれています。また、シベリア戦では、バスターライフルのカートリッジを用いて自爆します。そして、サンクキングダム戦とルクセンブルク戦では、バスターライフルをさらに強化するサポート武器として、メッサーツバークが追加されています。これは、プロトゼロのゼロシステムに残っていたベータから完成させた兵装です。非常に強力ですが、ガンダニウム猛禽が用意できず、代用の材料で製造したため、一発撃つだけで自壊します。ヒーロは、単体のビームガンとして使用するほか、バスターライフルに、メッサーツバークを3機装着した強力な携帯、ドライツバークバスターとしても使用しています。搭乗者である、ヒーロは、任務を遂行するために、最適な手段を取る、冷静で的確な判断力を持っており、ガンダムは、あくまで、任務遂行のための道具としか考えていないため、ウィングガンダムは、優れた性能を持ちながらも、活躍の機会が少ない機体となりました。ヒーロは、自分を兵器と割り切るために、本来の優しさを押し殺していましたが、リリーナと出会い、徐々に、その優しさを取り戻していきました。強烈な出会いから始まった2人の関係ですが、最後は、ヒーロは、自らが編んだぬいぐるみをリリーナへプレゼントして、逆に、リリーナは、出会った時の仕返しとして手紙を破り捨てるというエンディングとなっています。こういった対比も、新機動戦機ガンダムウィングの面白さを際立たせた要因の一つではないでしょうか。感情で行動することに異論はない。そう俺は学んだ。余談ですが、公式サイトによると、主役機であるウィングガンダムのコンセプトは、撃ち落とされるガンダムであり、企画時点でのタイトルはメテオガンダムだったそうです。このコンセプトに沿って制作されたがゆえに、前作の機動武闘伝 G ガンダムの最終戦で、次回作の主役機として登場するも撃墜され、オープニングでもボロボロにされ、そして、劇中で何度も破壊されたのかもしれません。一つだけ忠告がある。死ぬほど痛いぞ。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。